こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は狭いお家でもすっきり暮らすための攻略術をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。一つ目の狭いお家でよくあるお悩みは、物が収納に収まりきらないというものです。物の量に対して収納が足りず、収まりきらないものが床置きになってしまったり、収まらないものを入れるために収納用品を増やしたら、家が収納だらけになってしまったというお宅も少なくありません。こういったお宅に最初にお伝えしたいのが、物の量に収納を合わせるのではなく、収納に物の量を合わせるということです。コンパクトなマンションやアパートの場合、持ちたいものの量に収納スペースを合わせようとすると、絶対に足りなくなってしまいます。私は収納のやりくりをお金のやりくりによく例えるのですが、限られた収入しかない状態で、家族がそれぞれ洋服も買いたい、趣味のものも欲しい、旅行にも外食にも行きたいとどんどんお金を使っていたら、当然家計は赤字になってしまいます。それと同じように限られたスペースしかないお家で、家族がそれぞれ好きなように物を増やしていたら、当然収納に物が収まらなくなってしまいます。そのため、スペースが限られるお宅の場合は、まずスペースの予算配分を決めて、その中でやりくりするという意識を持つことが何よりも大事です。そのための具体的なアクションとして、どこに誰のものを置くか間取り図に書き込んでみるというのがおすすめです。まずは部屋ごとに誰が主に使うスペースにするかを決めて、各部屋にあるクローゼットや収納家具もそれぞれ主に誰のものを置く場所にするか決めて書き込んでみます。そうすることで誰のものがどのくらい本来のスペースに対して予算オーバーになっているのかが見えてきます。家のスペースの予算配分の決め方はこちらの動画でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。続いてのお悩みは、リビングが狭くて物だらけになるというものです。リビングに家族のものが集まってごちゃごちゃになってしまったり、リビングに作り付け収納がなく、壁面が収納家具だらけになってしまうというお宅もよくお見かけします。リビングが狭いお宅で特に意識したいポイントが、リビングに置くものは必要最小限にするということです。リビングは家族全員が集まる場所なので、パブリックスペース、つまり公共の場所のようなものだと言えます。そのため、基本的に個人のものはなるべく持ち込まず、家族共用のものや、リビングでよく使うものだけを残すようにしましょう。また、マンションやアパートに多い10畳から12畳くらいのリビングの場合、ダイニングスペースとリビングスペースを両方盛り込んでしまうと、かなり手狭になりがちです。そのため、ダイニングテーブルとソファーのどちらかに絞って、スペースを広く使う方法もおすすめです。リビングがごちゃつくお宅でぜひ実践していただきたいのが、リビングに残したいものとなくてもいいもので分けるということです。今、リビングにあるものを絶対にリビングに残したいかどうかという基準で分けてみると、どうしてもリビングに残したいというものは意外と少なかったりします。そのため、リビングになくてもいいものはリビング以外の部屋や収納に移動して、リビングに置くものを厳選しましょう。そしてもう一つのアクションが、リビングの広さに合った家具選びをするということです。例えば、ソファーの代わりにマットレスや大きいクッションを使ったり、ソファーとダイニングが一体化した家具にするなど、スペースに合った家具を選ぶのがポイントです。家具を少し間引くだけでも、だいぶリビングにスペースが生まれるので、ぜひ検討してみてください。続いてのお悩みは、キッチンが狭くて収納や調理スペースが足りないというものです。調理器具が収まりきらず、コンロ周りに出しっぱなしになってしまっていたり、ワークトップが狭くて作業スペースがほとんど取れないことにお悩みのお宅も多いです。キッチンが狭いお宅におすすめしたいのが、複数の用途を兼用できるもの選びをするということです。例えば、深型のフライパンでお鍋の役割も兼用して、茹でたり煮たりする調理もできるようにしたり、食器もシンプルなデザインや形を選ぶと、和食にも洋食にもどちらにも使えるので、少ない食器の数でやりくりできます。そして、調理スペースが狭いお宅におすすめしたいアクションは、
作業スペースを増やせるアイテムを活用するということです。例えば、上にボードが置けるワゴンを使って盛り付けなどができるようにしたり、コンロの上に置けるカバーを使って調理中のものが一時置きできるスペースを作る方法もあります。どうしても作業スペースが足りないというお宅は、こういった便利アイテムを取り入れる方法も検討してみてはいかがでしょうか。キッチン収納のコツについては、こちらの動画でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。続いてのよくあるお悩みは、洋服の収納場所が足りないというものです。家族の人数分のクローゼットがなかったり、クローゼットのサイズが小さくて洋服の収納スペースが足りないとお悩みのお宅は多いです。また、アウターやオフシーズン服を収納する場所がないというお悩みもよくお聞きします。洋服の収納で大事なポイントは、決めたスペースに収まる量を上限にするということです。洋服は服が好きな方にとってはたくさんあるに越したことはないと再現がなくなりがちです。ですが、次々に服を買ってしまうと狭い家ではあっという間に溢れてしまいます。そのため、クローゼットに無理なくかけられるハンガーの本数や、衣装ケースにゆとりを持って収まる服の量を上限にして、新しく買いたいときは代わりにどれかを減らすといった増やさないためのルール決めが大事です。お住まいの構造上、クローゼットにどうしても収まらない場合は、デッドスペースや収納家具も活用して収納するという方法も検討しましょう。オフシーズン服はクローゼット内の枕棚に収納することが多いですが、どうしても収まらない場合は、ベッド下やソファー下を活用する方法もあります。そもそもクローゼットがないという場合は、ハンガーラックやチェストなどを必要最小限取り入れる方法もあります。洋服収納のコツについては、こちらの動画でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。続いてのお悩みは、難度や押し入れのようなかさばるものが置ける場所がないというものです。例えば、扇風機やヒーターなどの季節家電や、ひな人形、五月人形などの置き場がなくて困ったり、スーツケースや来客用布団の置き場に困るというお宅もよくお見かけします。まとまった収納がない間取りにお住まいの方は、そもそも大きいものは置けない前提で考えるということが大事です。先に物を買ってしまってから置けないと焦っても解決できる方法がかなり限られてしまいます。そのため、物選びの段階からこの家には大きいものは置けないということを前提に考えることが大切です。その上でぜひ実践していただきたいアクションが、かさばらない物選びをするということです。コンパクトに畳めるタイプの扇風機や、置き場に困らないサイズのヒーターなどを選んだり、ひな人形や五月人形もコンパクトに飾れる卓上タイプを選ぶなど、買う前に置き場所を考えてから物を選ぶことが大事です。また、来客用の布団やスーツケースなど、使用頻度がそれほど高くないものの場合は、家にずっと置いておくのではなく、必要な時だけレンタルするという方法も検討しましょう。続いてのよくあるお悩みは、ストック品の置き場がないというものです。まとめ買いした食品や日用品ストックが収納に入りきらなくて溢れたり、ふるさと納税で買ったストック品の置き場に困るというお宅もよくお見かけします。ストック品で困らないようにするためのポイントは、先に置き場を確保してから買うということです。どれだけお得であっても家のスペースを圧迫して暮らしにくくなってしまっては本末転倒です。そのため、特に狭いお住まいの場合は、先にどこに置くかプランを立ててから買うことがとても重要です。ストック品を置く場所に悩んでいる方は、使いにくい場所やデッドスペースも活用するという方法もあります。備蓄用の水やお米などは家具や家電の横の隙間を活用したり、ティッシュやトイレットペーパーといった軽いものは押し入れの天袋などを活用する方法もあります。ふるさと納税の場合、冷凍庫のスペースが空けられそうであれば、かさばる日用品ではなく、冷凍できる食品を選ぶということも検討しましょう。続いてのよくあるお悩みは、洗面所が狭くて収納がないというものです。洗面所に作り付け収納がほとんどなく、タオルや着替えを置く場所がなかったり、洗面台周りの収納が少なく、よく使うものも置けないというお宅も多いです。洗面所の収納が少ないお宅におすすめしたいのが、
デッドスペース収納をフル活用するということです。洗面台周りは吊るす収納を有効活用したり、洗濯機周りはランドリーラックや突っ張り棚を使ってスペースを作るのがおすすめです。また、隙間にスリムタイプのワゴンを置いたり、奥行きの浅い収納ラックを活用することで、狭い洗面所でもしっかり収納スペースを確保できます。デッドスペースを活かした収納術は、こちらの動画でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。そして最後のお悩みは、玄関が狭くて収納が足りないというものです。特に賃貸のお住まいの場合、玄関に小さい下駄箱しかなく、靴や傘を置くスペースに困るお宅も多いです。玄関が狭いお宅で意識すべきことは、スペースに合わせて持つ靴の数を決めるということです。靴も洋服と同じで増えがちなものですが、靴は室内に置きづらいため、基本的には玄関に置ける量で上限を設ける必要があります。そのため、下駄箱の段ごとに、ここは誰の靴を置くスペースか決めて、その中でやりくりできるようにしましょう。それを踏まえた上で実践していただきたいアクションが、スペースを増やせる収納を取り入れるということです。例えば、傘や外遊びグッズ、ヘルメットはマグネットでドアに収納したり、靴はコの字ラックやシューズラックで2段に重ねる方法もあります。また、作り付けの下駄箱は大人の靴でいっぱいになってしまう場合、子供の靴だけ別でボックスを置いて収納する方法もあります。このような工夫を取り入れることで、狭い玄関でもスペースを最大限活かすことができます。いかがでしたか？お家が狭いことにお悩みのお宅は、ぜひ参考にしてみてください。最後に、この動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。